はい、溝の口のレトロなディープスポット参りました。行ってみましょう。こちら溝の口の駅近くに流れます二階陵用水でございます。大山街道らしい、ところ、これは江戸時代からの薬屋さんですね。こっちもいいね、カレーハウスデイリー、これもいい味出てます。多摩丘陵の自然を巡ることができる面白い道でございます。ロイヤルプリンスギャラリーっていうね、溝の口感がないちょっとおしゃれなね、ところ出てきました。南部戦艦ないヨーロッパな街並みがあります。はい、どうも皆様こんにちは。座れる休憩場所検索と Find My Town というサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、神奈川県川崎市にございます溝の口に来ております。こちら溝の口はですね、東急田園都市線の乗降客数ランキング第2位の駅でございまして、結構ですね、賑わいのある街並みとなっております。そのことからですね、川崎市の中でも副都心として位置づけられておりまして、こちらの、JR 南武線と東急田園都市線、東急大井町線が利用できるですね、結構ですね、交通の利便性も良いエリアとなっております。はい、溝の口からのですね、通勤となりますけれども、平日朝8時出発を想定しますと、東急田園都市線で渋谷までがおよそ21分ぐらい、表参道が22分ぐらいですかね。はい、であと、大井町も20分台で、あとですね、JR 線乗り換えになりますけれども、南武線で川崎までが22分、品川が30分といった形でですね、東京の副都心並びに東海道エリアに出やすいエリアとなっております。さて、そんな溝の口ですね、今日はお散歩してみたいと思いますので、ぜひとも、ご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、JR 線の方から、出口からちょっとね歩いてみたいと思います。はい、JR 線の駅前出ますとですね、ここはペデストリアンデッキとなっております。はい、溝の口ですね、このペデストリアンデッキを軸としてですね、こういった大型商業施設に、囲まれております。はい、こちらのノクティ、これがですね、1997年でしたっけ、再開発に伴いましてできた複合施設になりまして、このノクティは高津区のですね、そういった公共施設もね入ってたりする、そんな大きなビルでございます。その隣にはマルイがありまして、こちらのマルイのところですね、この上の方にもホールがあったかな、高津区のホールがあったかと思いますね。はい、このマルイの屋上なぜだかですね、トラック&フィールドのなんか屋上広場があってちょっと変わってるななんて、そんなね、記憶がございますけども、はい、ちょっとこんな感じで写真をね、載せられたなと思います。高津区は、そうですね、令和4年4月に50周年を迎えたということになりますね。高津区役所は、結構ここからも歩いていける、ところにもね、ございます。はい、でそうですね、溝の口というと大体はやっぱり乗り換えで利用される方結構ね、多いのかなと思いますので、こちらの東急線の方ですね、ちょっと歩いていきたいと思いますね。はい、下ですね、バスロータリーになってまして、ここから新横浜とか、あとは武蔵小杉とか、向こう側が遊園、とか、あと二子玉川に行くバスだったかな、そういったねバス路線もね、充実しております。はい、やっぱり基本的にはJR 線と東急線の乗り換えでね、多くの方が利用されているかなと、思いますね。はい、はい、こちらがですね、東急線の溝の口となります。こちらは駅ビル、東急の駅ビルのエトモというのですね、ちょっとお店が入ってまして、左側に焼肉ライクと、あと少しある感じ、そんなに大きなね規模ではないんですけども、エトモ、下には東急ストアも、ね、入っておりますね。はい、東急線の溝の口となります。東急線はですね、溝の口の乗ってひながらなんですね。先ほど JR 線では
カタカナののでございましたけど、これはですねちょっと理由がございます。で当初ですね南武線の武蔵溝の口で開業した時には東急線も溝の口ってのってカタカナだったんですけども、自由が丘ですね、ちょっと先日動画を上げた自由が丘なんですけども、自由が丘のががですねひらがなになってからですね、こちらの溝の口もねひらがなののになりました。東急線はですね駅のですね読みやすさを重視しまして、ひらがなにね、書いております。ですので例えば旗の台とか、市ヶ尾とかですね梶ヶ谷とか、そういったものもですね全て、ひらがなので書かれたりしますよね。あとがはひらがなのがだったりしますといった感じでですね、東急線はひらがなで統一されているといった特徴がございます。でちょっと東急線の方ですね行ってみましょうか。はい、こちらですね東急線の溝の口なんですけども、大井町線と田園都市線が通っておりまして、大井町線はですねこれ始発駅となります。始発駅となりますので朝はですね座って大井町までね行くことができます。結構ですね田園都市線から大井町線に乗り換える、方がかなり多くてですね、大井町線始発ではあるんですけども、多分 2,3 本は、見逃さないと座れないかなといった具合ですね。はい、結構混みますね。こちらの田園都市線なんですけども、東京メトロ半蔵門線および東武スカイツリーラインと直通しておりまして、こちらは押上南栗橋久喜方面ですねまで行くことができます。ですので、こちらの田園都市線の中央林間から南栗橋までね1本で行けると。南栗橋は前行きましたけど、なかなかね田舎の土地に東京メトロの電車が止まってるのってなかなか違和感があるなと思いましたけど、かなり長距離に、ね、わたって、続いている、そんな路線でございますね。はい、はい、こちらはですね溝の口の、ね、案内図となっております。ちょっとここでね、少しご紹介したいと思いますけども、現在地溝の口と武蔵溝の口は非常に近い距離感で乗り換えも2分ぐらいですかねといった感じになりますね。はい、で溝の口ですね、こう見渡してみますとね結構主要な道路に囲まれております。まず左から厚木街道とございましてですね、こうずっと続いてますと。であとは、府中街道ですね、国道409号が溝の口からスタート地点になりまして、そこから東京の赤ラインまで続いておりますね。はい、であとは大山街道というのが、ございます。はい、これは大山道といいまして、これはそうですね、江戸のっていうか東京の赤坂を起点にしまして、三茶用賀を越えまして二子玉川、そして溝の口、そこから阿夫利神社ですね、伊勢原の、大山阿夫利神社の方までね続く、参道の道としてですね昔から、使われてた街道でございまして、結構宿場町的な感じでここら辺は栄えたエリアでございますね。はい、あとは二河陵用水というこの川がありまして、この二河陵用水も、川崎市多摩区とか高津区では、有名っていうかそれなりに歴史ある農業用の用水が引いております。それもちょっと後ほどね行ってみたいと思いますね。はい、でこちらの南側っていうか下側の方にはですねこちらの多摩丘陵の自然が多く残されたエリアがございます。こちらは多摩川が近いことから河岸段丘となっておりまして、ここの、久本一丁目ってあるんですけども久本山という言われ方をしておりまして、ここはお寺が結構ありまして、お寺巡りとかですね、この山の丘陵をお散歩するとかそういったこともできる、要は、自然と街の利便性が、一体化したようなそんな溝の口っていうのがちょっと特徴的かななんて思います。はい、それではペデストリアンデッキをですね、ちょっとうろうろしていきたいと思いますね。はい。はい、であちらのノクティでございますけども、これは溝の口の再開発の時にねできた複合施設になりまして、ノクティ1、2は、ございますね。はい、そしてこのペデストリアンデッキのやつ、この円筒広場でございますね。この円筒広場ってなんかあれかな、近くにあります久慈の円筒分水路をイメージしているのかちょっとわからないですけど、円筒分水路っていうのは、二河陵用水の農業用水を分水するように作られた円筒分水路ってちょっとあるんですけど、それはちょっと後ほど説明します。はい、それかなとちょっと思いました。でここですね溝の口エリアのですね観光スポットがね、
スツールのところに書かれております。ちょっと変わったスツールでございまして、これ私ね、座れる休憩場所検索というサイトをやってるんですけども、こういったなんか観光スポットが書いてあるスツールっていうのはなかなか珍しいなと思いました。はい、二子の私、これは二子玉川の動画の回で紹介したと思うんですけど、これは多摩川をね渡る渡し船というのね、ございましてね、はい、結構多摩川の渡し船と今まで結構多摩川のエリアの動画を撮った時にはそういった私のね、結構紹介してたと思うんですけどね、成績桜川でもなんか出ましたね、はい、私の紹介と、はい、ちょっといろいろですね、こういった観光スポットが、こう書かれているといった感じですね。はい、これニカル様子です。はい。はい、じゃあそんな感じでね、続き行ってみたいと思います。はい、結構溝の口は、お店がたくさんあってなかなか、グルメとかもいろいろ探索してみると面白いかななんて、思っておりますね。はい、右側にはこの味の食彩館ってあって、ここは居酒屋とか入ってるのかな、いろいろ、これなんか上り戸にもありましたね。味の食彩館って結構、神奈川エリアでよく見かける気がする、はい、します。はい、はい、ノクティプラザマルイファミリー、ということですね。25周年だそうです。確か湯沢屋があったんですけどもないんでしたっけね、もうないのか。はい、結構ですね B1 回から10回までございますね。はい、この無印良品結構広かったと思います。あと文教堂書店とかね、いろいろ、お店も入っておりまして、お買い物にね困らないかななんて、思っております。さて、じゃあここからじゃあ丸井の方に行ってみたいと思いますね。こちらのですね、丸井のところになんか、こっちもお店はいっぱいありますね。はい、こういった感じでノクティホールっていうのをね、丸井の上にもね、ちょっと先ほどご紹介したんですけどね、ございますと。丸井は、こんな感じでユニクロとかね、ニトリエクスプレスっていうのはデコホームとはまた違うのか、もうニトリ特急で欲しいよみたいなそういった感じのニトリエクスプレスでしょうか。はい、た感じですね。ノクティ2022年、はい、2022年ももう終わりますね。私も街の散歩動画2022年はこれが最後かなと思っておりますが、はい、はい、こんな感じでね、こうビルの外観としてはですね、ノクティプラスの1、2で、丸いみたいな感じで、この屋上広場がねちょっと変わってるなってところです。はい、こんな感じですね。はい、ちなみにですね、このノクティプラザのですねフードコートなんですけども、スキヤ、ファーストキッチン、サブウェイがある、ゴーゴーカレー、ケンタッキー、ミスタードーナツ、あとリンガーハット、ね、ドトール、あとフードホールにもねたくさんありますので、これ一人暮らしでもですね非常に便利ですね。駅近でこう22時まで営業してますのでね、独身の方でもね住みやすいかなと思います。はい、こちらですねポレポレタウンですね、呼ばれ方をしています。ポレポレ、ポレポレってなんか、可愛らしい名前ですよね。はい、こちらポレポレというのはですねスワヒリ語でゆっくりゆっくりという、意味とのことです。はい、ポレポレなんか私もなんだろうな、受験の時になんかポレポレ英文読解とかなんか英作文の勉強した時になんかポレポレっていう書籍をなんか買ったような気がするんですけど、なんかそれでちょっとポレポレってなんか親近感があるんですけどね。はい、こちらにね、たくさんのお店が連なっておりますので、ちょっといろいろねお散歩してみましょうかね。はい、なんか私の場にすごい鳩が集まってきてね、ですけどちょっと何も餌はないんでね。はい、はい、それではですねこちらのポレポレタウン、JR 口になりますね。ここからちょっとまた、ぶらりですね、歩いていけたらと思います。よろしくお願いいたしますということですね。はい、今はもう、ね、クリスマスシーズンなので街並みはクリスマスソングが流れている、そんな溝の口でございます。こちら左側のところにですね
ボーリング場ですね、あとゲームセンターがありまして、ここのゲームセンターでメダルゲームをした記憶があります。はい、でもこんなに綺麗な外観じゃなかった気がするんだけどな。はい、という感じですね。はい、そうですね。でもこうなんか駅前にまだボーリング場残ってるっていうのはなんかいいなと思いますけど。はい。で、あとマルエツですね。結構駅近くにマルエツが、ございます。ちなみに、ちょっと離れますけども、大山街道の方に行きますと、OKストアが、ございますね。はい。はい、どっち行きましょうかね。ちょっとじゃあ右側ぶらりしてみますかね。はい。こっちの方は、ドン・キホーテがあるエリアですね。このなんかザ・プライムっていう、ここもなんかちょっとしたショッピングモールになってるのかな、ダイソーがね、入っている、ビルでございますね。ダイソーが入っているビルでございますね。はい。よし。で、あとは、こっちの方は、標準的な居酒屋さんとか標準的なっていうか、そうですね、普通のチェーン店が、あって、あともう少しあれかな、西側の方に行くと、なんかいろいろあるのかな。もう少しなんかこういう狭い道もドンキ脇ね、なんかいやなんかありますね。はい、ドン・キホーテ山田電機入ってますね。はい、なんかそうだ、さっきの脇道見てなんか横浜のビブ横みたいな溝の口のなんかそういう感じのなんだろうロケーションなのかなってちょっとふと思ったけど、そんなこともないか。はい、という感じで、このドン・キホーテを、越えていくといきなりちょっとマンションがね、見えてきましたね。はい、もうここからちょっとねマンション駅近くからもう見えてきました。結構やっぱ溝の口は人気エリアです。結構ファミリー層にもね人気があるところで、やっぱり、ね、交通の利便性とあとね多摩川の自然が近いとね、そういった2つを兼ねてますのでね、結構住みよい環境なのかなと思いますけど、なぜか静岡銀行がねありますね。はい、あとは松本清とここにですねイトーヨーカドーが見えてきましたね。このやっぱでかいイトーヨーカドーが、あるのはね非常に助かりますね。イトーヨーカドーとなんかマンションか何かが、くっついてるのがすごいね。ここパークシティ溝の口っていうところみたいですね。これパークシティの一番端の方にイトーヨーカドー溝の口店があるといった感じでございますね。はい、大きいねイトーヨーカドーが、ございますので、マックもありますね。これ結構溝の口住んでね、便利な点の一つかななんて思いますね。はい、はい、それではですね、先ほどイトーヨーカドーの方にね行きましたんで、こちらのね、ボーリングセンターのところちょっと横をこっち通ってみましょうかね。はい、今日はなんだか私もあまり滑舌が良くないですね。結構言葉が詰まっちゃってなんか、今日はちょっとなんか喉飴舐めて調子整えて頑張ろうかなって思いますけど、はい、この通りのところですね、この溝の口の方まで行ける形になりますけども、ここにですねうどん屋さんが、ございますね。はい、うどん路地っていうね、お店がございます。うどん路地はですねホワイトカレーうどん、白いカレーうどんでね確か有名だったと思いますね。恵比寿だっけな、恵比寿かなんかにあったうどん屋さんの姉妹店かな、ちょっとごめんなさい詳しくわからないですけど、こういったねうどん路地というねちょっとインスタ映えしそうなね、うどん屋さんが、ございます。はい、ちょっと街歩きして後で時間あったら食べてみたいと思います。
はい、ちょっとうどん路地からね、溝の口の方戻ってまいりました。ここからちょっと右手入ってみましょうかね。はい、こちらの東急大井町線、東急田園都市線のね高架下となります。スタ丼とつけ麺、鉄の鉄ってこれローマ字じゃなかったでしたっけ？ちょっとインスパイアなんだ、ちょっと違うのかな。はい、つけ麺鉄。ここからちょっとでもあれですね、ドンキ側に向かう途中に、なんかちょっと川崎っぽい街並みが見えてきました。はい、玉井ってこれですね、結構有名なつくねですね。金運のつくねでアド町でも紹介されましたということで、この辺玉井通りっていうか玉井がたくさんあるだと思います。はい、ちょっと今時間帯が、休日の午前11時ぐらいですからちょっとやってないんですけども、そうね、玉井50周年記念 CD とかも作っちゃうんです。すごいな、つくね。はい、いいな、この辺ちょっと、夜ぶらりしてね、ちょっとつくね食べたいな。つくね食べてないですね。最近皆さん食べました？つくねね、なかなかちょっとそういうお店にも最近あんま行かなくなっちゃったかな。やっぱり会社でもちょっとね飲み会とかもないですよね。うん。創業45年、不動産のマルテイは、はい。あっちのもう東急線の奥はもうなんかマンションがこうずらずらっと見えてる感じですかね。はい。結構水の口から高津駅って近いところにございまして、田園都市線の、各駅停車に止まる高津駅が結構ね近かったり、します。はい。ウエストキャニオンビル、ここもなんかね、いろんな居酒屋がね、大宮さんとかもいろいろ入ってるのかな。はい。スポーツクラブ那須、ございますね。ですので、溝の口に住んでちょっとスポーツクラブ通ったりとか、キッズスイミングスクールっていう時はこう駅近にねございます。あとこのつげっていうのもなんか、おしゃれな居酒屋さんですね。ちょっと今やってませんなんですけども、結構中広めですね。はい、居酒屋さんで、ございました。はい、なんかドン・キホーテソングが聞こえてくるんですけども、今ドン・キホーテ裏側ですかね。来てますね。はい。うん。はい、この辺も結構人が多くてなんか盛り上がってますね。なんかああいう地下アイドルかちょっとわかんないですけど、なんかいろいろやってます。どうもありがとうございます。この後ちょっと今巻きで進行しておりますので、あとサードバーガーもありますね。サードバーガーってなんか八重地下にありませんでしたっけ？東京駅の八重地下がこのちょっと安めのハンバーガーで、ちょっとボリュームは少ないのかな。少ないけど結構安くてね、体にもいいんじゃねえかみたいな感じですね。なんかここの通りってなんか昔旧華道とかだったのがなんか川の道っぽいですよね。気のせいかな。なんかね、武蔵小杉も、動画でもねご紹介しましたけど、旧華道とかありまして、結構そういったところはねこういったうねったようなね道があると、昔そこに川が流れてたみたいなね、そんなこともあるんですけども、ちょっとフル地図見ないとね、わからないなってとこですね。はい。このマンションの1階には横浜家系ラーメンがあるとね。もうなんかもうマンションの1階に家系ラーメンあったらもう通っちゃうんじゃないかなねそうですよね。はい。この溝の口中央商店街で、そうですね、今こちらの看板ありますね、中央商店街。これ溝の口に乗って入ってないんですよね。で
ここの住所表記もノー入ってないんですよね。なので、川崎の、行政上ではノー入ってないのが正式名称っていうね、ちょっと先ほども申し上げましたけど、そういったね形になっておりますね。はい。さてさて、もうこっちの方は、もう高津駅方面ですね。なんかちょっとこう昔ながらのゲームセンタービルね、このお宝自販機もなかなか見ないですよねはい。あとこれなんかおしゃれだな、二坪食堂っていうのかな、丼ご飯とか食べれるお店みたいですね。あ、二坪食堂だってた。なんかね、甘味とかもねいろいろあって、これ丼カレンダーがあって、日々っていうか1週間ごとにテーマが違うような感じだ。はい。そんなねちょっと、食堂ありました。こちら溝の口でね、コワーキングができる場所にもなっておりますね。はい。私もね、座れる休憩場所検索という、サイトをやってまして、たまに、私は外のベンチで天然コワーキングスペースでやってるんですけど、あとここですね、手と手をっていう、なんかここもなんか、おしゃれめな、ここなんかほとんど女性客みたいな感じで、なんかね自分の小鉢とかねいろいろねチキンカレー選んだりとかして食べれる、そんなね、なんかちょっとおしゃれめな、カフェレストランみたいなのがございました。あとこれもなんかセンチュリーカフェって、これはなんかバーみたいなのかな。なんかこのでも上はコミックインターネットフレッシュ、こうなんか地元感あるネットカフェかなって感じで、なんかね、こういうちょこちょこっとなんか今風のねお店が出てきたりします。だってここのなんか長屋みたいなところは、ここは三好野がありましたね。こちらかりんとうまんじゅうで有名じゃなかったっけ。はい、とかなんとかやってるうちにですね、二課寮用水にね着きました。はい。こちらはですね農業用用水路となりましてですね、ここの二課寮用水は川崎堀って呼ばれてますね、ここの溝の口エリアは。というのはですね、ここまっすぐ行ったところに久慈の円筒分水路っていうのがございまして、サイホンの原理を利用してですね、水を自然に溢れ出させて、でその溢れ出た水をですね、円筒のところ、そこをですね、円周の比率によって、各4つの堀にですね均等に水を振り分けるみたいな、そういった円筒分水路っていうのは久慈にあるんですね。南武線の久慈駅のから歩いたところなんですけど、そこからですね川崎堀としてここは、二課寮用水が引いております。二課寮用水はですね結構今まで南武線の動画、稲田堤とか上りと向こう側遊園、武蔵小杉会でも結構ねちょこちょこ二課寮用水紹介してるんですけども、二課寮用水は多摩川からね取水しております。稲田堤のサイクリングロードの近くですね、そこから二課寮用水スタートしまして、これがですねずっと農業用水として重要な、水源としてね使われた形になります。はい。ですね、この二課寮用水っていうのは、ね、結構ね川崎の多摩区高津区とか、この辺りでは、少し自然が感じられるようなね、とこでございます。私のおすすめとしてはですね中之島辺りにあります遊歩道ですかね、二課寮用水遊歩道、あそこは結構ですね水鳥とかもね遊びに来たりして、結構ですねお散歩にいいところでございます。でなおかつこの二課寮用水の、水源の近くの稲田堤辺りは結構桜が綺麗なところでございまして、結構桜のシーズンはですねなんか御座とか敷物を持ってきて、お花見ね見物される方もね結構多くいらっしゃった、そんな特徴もねございます。これも桜の木ですかね、そういえばね。はい、そうですね、そんな感じですね。ちょっと二課寮用水をねぶらり、水鳥とかいないかな、ちょっといないか、まだ駅近すぎてあれかな、ちょっといないかもしれない。奥にはもう、東急田園都市線の半蔵門線直通の電車が見えます。あ、来ましたね。あ、いる。ちょっと見に行こうあ、カルガモさんいましたよ。かわいいですね、見えます。あ、でもここですね結構ですね鯉がたくさんいますね。見えますがね、ちょっと
カルガモさんグワグワ言ってますね。コイもね、コイとカモさん仲良くね、ちょっとお散歩している状態ですね。はい、こちらにですね、ピザ屋さんがありますね。ニカル用水のところなんですけども、フレッシュパスタピザリゾット、あ、いいですね。キノコとオニオンのね自家製ミートソースとかね、アンチョビとかロースハーモンとか、この辺なんか川沿いの近くでちょっとゆったり、ね、食べるのいいかなと思いました。はい、はい、ちょっとですね、ここのニカル用水ちょっと歩いてるんですけど、そこのなんかねラーメン涙橋っていうのかな、ですね、ラーメン涙橋だって、すごいね混んでますね。はい、和豚骨って書いてありますね。はい、和豚骨ラーメンらしいです。こちらのですね、岩追橋なんですけども、溝の口付近は江戸時代、お高場としてね野鳥保護されていました。農作物を荒らす鳥を払う農民の苦労が橋の名となって残っておるそうです。岩追橋は元は平瀬川にかかっていたそうですね。平瀬川はですね、先ほどご紹介しました久慈円筒分水路の、ところに平瀬川ってございまして、平瀬川から、地下をくぐって円筒分水路に、サイフォンの原理で水を供給してるんですけども、そこの平瀬川ですね。はい、新岩追橋ということで、ご紹介です。さてさて、じゃあもう少しこのまっすぐ行ってみましょう。このなんか川沿いのここにもなんかイタリアン、がありますね。はい、こちらのイタリアンはちょっと今日はやってないかもしれないですけど、なんかインスタとかもねいろいろやってらっしゃる、なんか、ちょっと川沿いに先ほどもイタリアン結構見つけましたね。はい、そんなね、ご紹介です。もうあれなんですよね、ここもう田園都市線で電車2分で二子玉川になりますんで、溝の口住んで二子玉川の、ね、ライズショッピングセンターとかね、お買い物しに行くといいかななんて思いますね。ここもですね、てか鯉みんなでかいですね。鯉でかいし、カモさんもね、おりますね。子供もね喜んでますね。カモちゃん遊びに来てよかった。蔵みたいなの残ってますね。なんか屋根半分だけ撤去されたような感じ。左側なんかあれかな、土地絡みの問題なのかちょっと分かんないですけど、なんか残ってますね。ここですね、もうすぐ目の前が大山街道になるんですけども、やっぱ大山街道のですね、昔の宿場町のちょっとそういった名残からね、ああいった蔵があるのかななんてちょっと思いました。はい、こちら都道14号溝の口大通りに出ております。こちらですね、なんかおしゃれなですねドーナツ屋さんを見つけましたよ。はい、中にね美味しそうなドーナツがたくさん並んでます。家族みんなで楽しめるドーナツ、スイーツ、ベーカリー、女子受けしそうないい感じのドーナツ屋さん見つけました。はい、ちょっと買って食べたいんだけどちょっとね今お腹がね、ちょっと食べたかったなそう、ちょっとタイミングを逃してしまったんですけど、ぜひですね食べたことあるよって人教えてください。でこの隣にですねここねランチメニューが、ございまして、ここもね美味しそうだな、ムッシュプレートとかね、パン食べ放題のセットもあるんで、なんかでも溝の口でちょっとおしゃれにランチデートでもいいかもしれないねっていう時はここいいですね。はい、ちなみにここはなんか陶芸家浜田庄司の家っていうことらしいですね。我が国最初の人間国宝、そうなんですね。ちょっと存じてなかったです。栃木県の益子にそうだね、益子焼きを広めた方なんですね。そうなんですね。すごい。これはなんか一つ豆知識がつきました。はい。で、そうですね、大山街道、かつて宿場町として栄えたところでございます。ここですね、大山街道ふるさと館というのがございまして、これ見たいけどカメラ持って入れないどうしようってはい大山街道ふるさと館、ございますね。はい、
入館無料でございましてですね、レストスペースもあるんだ。旧高津区町役場もあったんですね。ここは本当にだからあれですよね、大山街道でございますので、先ほどもちょっと紹介したかもしれないですけど、江戸の赤坂から三茶用川を越えて二子玉川を越え、さらに溝の口を越え、伊勢原の、大山ケーブルがあるところですね。大山阿夫利神社までの参道として使われた、大山街道でございますけど、そこの歴史がですね、ちょっとここでいろいろ見れるところでございます。はい、ということで、いやぜひ見たかったんですけど、ちょっとね、動画撮影のね、これ時間帯とかありますので、見れないな。ぜひですね、溝の口のですね、歴史を深く知りたいっていう方はですね、ぜひこの大山街道ふるさと館に来てですね、ぜひ学習してみてはいかがでしょうか。私も全然知らないこといっぱいあるんで、ちょっと見たかったですけど、残念ですね。はい。惜しかったな。これほら。道しるべありましたよ。ね。これいいですね。はい。大山道だね。はい、こちらですね。大山道なんですね。道しるべ。大山道ちょっと行ったところです。府中街道ってありまして、ここまっすぐ行ったところ府中街道、ちょっと後で行きますけど、府中街道は多摩川の右岸に沿って通じてまして、高畑不動荘金剛寺の、参道として利用されてましたってあります。高畑不動ですね、私ね、動画上げたんですよ。ちょっとね、ぜひ見てみてください。高畑不動って日本三大不動荘の一つでございますけど、それが日野市にございまして、後ほどちょっとご紹介します。府中街道から、高畑不動までね、つながっていたそうです。はい。こちらの大山道は先ほどご紹介しましたけど、大山阿夫利神社への、ね、参道としてね、賑わっておりましたということです。はい、なんだかちょっと趣のある、なんか建物が見えてきました。大山街道らしい、ところ。これは江戸時代からの薬屋さんですね。江戸の時代、この辺りでただ一つの薬屋だった配布屋でございます。街を行く旅人はもちろん小杉登戸方面からも買いに来たという、昭和35年までねお店として使われてた、お薬屋さんでございますね。はい、こんなねお薬屋さんがね、残っております。こういったちょっとね、歴史を散策しながら、歩くのも楽しいですね。はい、大山街道。さて、こちらですね、409号府中街道に出てきました。はい、これが、あれですね、川崎市を、貫く府中街道でございます。府中街道はですね、何度か稲の堤とか武蔵小杉とかいろんな回でご紹介してるんですけども、府中街道国道409号でございます。ここから川崎駅まではだいたい12キロぐらいか。小杉が5キロというね、ちょっと遠い青色看板に書いてあるんですけども、はい、そんな感じになっております。こちらのね、国道の起点としてはこのすぐ近くにあります、国道246号の、交差するところ、そこが国道409号の支点となっておりまして、それもそれでまた感慨深いんですけど、はい、まあそんな感じで、府中は17キロぐらいですね。はい、稲城が10キロということになります。でこちら府中街道なんですけども、川崎街道と府中街道ってなんか両方言い方ありまして、なんていうかな、川崎側から府中に行く側は府中街道って言い方してて、府中側から川崎行くのを川崎街道って言い方してるんですね。ですので、過去のその稲田堤とか、あと南武線線を自転車で旅してみたみたいな、その動画でもちょっとご紹介してるんですけども、結構東京都稲城市側の方はですね、川崎街道って言い方をしています。はい。そうです。なのでここまっすぐ行くと、武蔵小杉を抜けて、川崎駅まで行けるといった感じになります。結構平日の朝とか渋滞が激しくてですね、こちら府中街道を使ってですね、第三京浜道路、にね、第三京浜道路、多摩川インターとかもちょっと近かったりとかするんで、結構ですね、渋滞します。
はい、そしてですね、ここはかり屋がありますね。はかり専門店田中屋さんという、とこで、ございますね。はい、もうはかりデジタルスケールですからね、最近は。はい、でちょっと大山街道ありまして、さっきからちょっと、しつこいかもしれないですけどね、こんな感じでね。はい、でちょっとはかりの理化学用体積計とかいいですね。比重計ね。定期検査代行。そうだ、比重とか測ってくれるんだ。いいですね。デジタルでもデジタル測りって書いてある。はい。そのね、大山街道の、ちょっと測り屋さんでした。はい。面白いですね、これね。はい。大山街道ですね。ちょっと溝の口方面に戻ってるんですけども。マロリーワイスっていうお店、ここ中に、ちょっと本とかなんか、ボトルとか、おしゃれなねマロリーワイスというね、カフェのお店がございます。マロリーワイスのハンバーガーとかね、大山の地鶏の胸肉のねサラダの、なんか、チーズガレットとかねいろいろ食べる、なんかすごいおしゃれなねカフェを見つけました。大山道散歩してるとなんか面白いですね。いろいろなんか発見が、ありそうなそんなね、感じがします。はい、ここがもう溝の口の入り口ですね。こっち行くともうさっきのノクティの方行くと思うんで、ちょっと信号を渡って溝の口神社っていうのが近くにあるみたいなので行ってみましょうかね。でもこうお店の名前つけておく溝の口の「の」をひらがなにするかカタカナにするか、それとも「の」を入れないかって迷いますね。ね溝の口神社はこれは「の」は入ってないですからね。はいはい、それではですね、溝の口神社ですね、ちょっと正面からねちゃんと境内入っていこうかなと思いますので、はい、鳥居のとこから行ってみたいと思います。はい、溝の口神社のですね、ご祈祷でございますけど、安産とかお宮参り、厄除け、交通安全、家内安全といった、形でありますね。はい、参拝記念、このしゃもじの絵馬っていうのがあるんですね。はい、長寿の欅っていうのはですね、わあすごい立派な木ですね、こちらね。はい、こちらですね、お薬師という言われています。推定樹齢300年以上って言われているみたいですね。ご神木の、一つでございます。確かになんかパワースポットですね。なんかすごいエネルギーをもらえる気がします。なんかこれかっこいいね。交通安全。こっちはですね、長寿の欅ってあるんですね。こっちは500年以上ですって。すごいな。ふるさとアーカイブ、昔の溝の口こんなだったんだ。全然違うな。やっぱペデストリアンデッキができてから変わりましたね。1990年代1990年か。はいはい、こう一本ちょっと路地入ってくると、スナックとかちょっと、昔ながらの小料理屋とか見えてきましたね。でこちらはなんか老舗感ある店かと思って日高屋かい通常の日高屋でした。はい
ということでまあ、ちょっとこっちねいろいろぶらり迷い込んでみたいと思います。これちょっと離れるだけですごい静かですね。季節料理のお店とか焼き鳥屋さんね。なんかすごい出汁の香りがします。あ、お腹空いてきたな、そろそろ。溝の口酒場とかね、ここなんか1987年からやってる時代屋っていうのがあります。江戸前の雪寿司とか、わ、いいですね。このレトロ感出てきましたよ、溝の口の。はい、溝の口のレトロなディープスポット参りました。行ってみましょう。はい、わあ楽しみですね。はい、こういうなんか商店街もなかなかもう消えつつありますよね、最近こういうとこもね。はい、なんかなんだっけ、高井戸に、下高井戸にあるこういったなんかちょっと、昔のながらのとこあるんですけど、それもなんかなくなっちゃうとか話聞いてね、こういう貴重なところ、はい、巡ってみたいと思います。ドカンドカン酒場のね、はい、なんか聞いたことあるな、ドカンドカン酒場ね。はい、ちょっとね時間帯が今悪かったな、休日のまだお昼ぐらいなんですよね。はい、もう少し遅くに行ってればこのにぎわいあるちょっとね、景観取れたかもしれませんけども、串焼きのね、お店とかね、ございますね。でもこのお菓子屋さんとかもねちゃんとね残ってる。玉川堂、このなんかレトロなね、看板もいいですよね。このトタン屋根のね。はい、そうですね。確かに初めて溝の口来てここを訪れた時はちょっと衝撃的ですよね。すごいなって、ね、立ち飲み、なんかいいですね。昭和のナポリタンとかも書いてあるけど、洋風な料理も提供してるので、これなんか玉井の焼肉バージョンかな、なんかありますね。金カルビとかね、もう、昼間からやってますと、もうこのなんかいい匂いが立ち込めてましてね。これはですね七里のもつ焼きのところですね、二の鉄やってますね。もうがっつりもう、食べてますね皆さん。いいな、いいね。なかなか一人だと行きにくくて、こっちも玉井がある、炭火焼きというね。はい、こんな感じのね、すごい。南武線来ましたね。南武線の快速列車です。はい、武蔵溝の口は快速列車が停車しますので、はい、南武線ね。東急線もですね急行列車止まりますね。東急田園都市線の急行列車ですと渋谷までが二子玉川三軒茶屋渋谷の3駅で行きますかね。はい、あちら立川行きの南武線出てます。はい、溝の口駅西口商店会ということですね。ここから東急線のね溝の口のね、駅入り口となりますけど、なんかここだけ見てるとなんか全然ターミナル駅感ないですね。なんかね、はい、溝の口のね東急線の入り口でございます。はい、あとこの東急線側の方向のところにタイムフォートっていうビルがあって、ここは日高屋とかチェーン店系ですね集まってますし、あと玉井もこっちもありますね。すごい本当に玉井の町ですね溝の口は。はい、牛もつ煮込みとかね。はい、溝の口出張ってないんだよな。なんか溝の口出張とかってちょっと楽しそうだな、ね、玉井でなんかね愚痴を語るみたいな
はい、餃子のお店のね、こちらのちょっと読み方が分からなくて申し訳ないですけど、なんかいいじゃないですか、老舗感あるし、ね、卵丼とかね、酢豚定食とか、ああいいね。いや結構ね満員ですよ、ね、食べたことあるよって人いたらぜひ教えてください。こっちもいいね、カレーハウスデリー、これもいい味出てます。はい、カレーライス600円から、これはもうあれだ、昔の昭和43年頃からあった、カレー屋さん、いいですね。すごくいい。このね鉄のプレート出てくるのかな、いいね、カレーハウスデイリー。ここもねぜひ俺食べたことあるぜっていう人はぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、すごいいい感じの、やっぱこういう少しなんだガードの近くっていうか、そういうところはねいいお店ありますね。はい、そういえばちなみに溝の口ってどんぐらいの価格帯なんだろうっていうと、 3LDK で12万とか、和室あるか、 1K で徒歩8分、8.2 万円とか、あと宮崎台とか9時になっちゃうけど、やっぱり溝の口は結構高いですよね。やっぱり人気がありますんで、南武線のやっぱり一つね、隣の津田山とか久慈とか、やっぱその辺まで行くとね、少し家賃そば落ち着くのかなっていうところですよね。やっぱ 8.5 万、徒歩1分だからか、4分で7万とかね、やっぱ7万8万超えですよね、 1K でもね。こういうんだったらあれか、6万円台もあるのか。やっぱりこうね、宿河原とか久慈まで行くと結構5万円台とか出てきますね。はい、ということですね、ポレポレ通りのところまでちょっとね戻ってまいりました。ここからちょっとデッキを使って、逆サイドですね行ってみたいと思いますので、はい、1回にはね東急スターになりますね。はい、そういえばですね、先ほどちょっとご紹介忘れてたんですけど、ドン・キホーテの近くにウェルタワーっていうございまして、そこにですね超インスタ映えするような螺旋階段のスポットがございます。ちょっとですね撮影禁止って書いてあったんで撮影できなかったんですけども、気になる方はウェルタワーの螺旋階段でぜひねググってみてください。結構ね建築美をね楽しめるね、そんな螺旋階段がございます。はい、はい、それではですね続きまして南口の方ですね、行ってみたいと思います。南口は、そうですね、メインはやっぱり、北口の方になるんですけども、南口もですね、ちょっとこういった景観がね広がっております。向こうからね、東急大山線の車両がね見えてまいりました。はい、です。どうしましょうね。なんかすごいなんかもりもりとした緑があると思うんですけど、もうすぐ近くにですね多摩丘陵のですね河岸段丘によってできた緑地っていうかね、多摩丘陵がございます。はい。ちょっとじゃあいろいろね探検してみましょう。先ほど北口はですねいろんなビルとかね、マンションたくさんあったんですけど、じゃあ逆に南口はどんな感じかというと森ですね。多摩丘陵の森です。はい。森っていうか緑地。はい。でしかもですね古墳とかもあるんですよ。あと縄文時代のねなんか土器とか確か出たんだと思うんですけど、結構ですね雰囲気変わると思うんで、ちょっとそこもですね見ていきたいと思います。はい。南口は結構北口とやっぱり駅前ロータリーはやっぱ広くていいんですけど、ちょっとやっぱり違いますよね。このホテルメッツが、ちょっとね目立つ感じで、あと半蔵門線直通とか、東急線のね高架が見えるといった感じです。はい、もうこっちの方はもうほとんどお店でもそんななくてですね、もうなんか静かな、住宅街とかが広がってそうな感じで、なんか目の前にこの穴蔵があるんですけど、もうなんか溝の口駅前にいきなりこんななんかホラー穴みたいなのあって、これはなんか過去の遺跡の、名残でしょうかね。このね遺跡みたいな穴蔵がこの武蔵溝の口のすぐ駅前にね、ございます。じゃあまたブラブラしてみましょう。もうやっぱりもういきなり多摩丘陵ですかね。すごいの本当に。
結構津田山とかあの辺も、まあこういう丘陵の緑がね多いとこなんですけど、はいはい、醤油ラーメンのお店、ラーメンの口とありますね。溝の口だからの口か。あ、ちなみにですね、さっきノクティってあったと思うんですけど、あれは溝の口のノクチノクティみたいなそんな感じで、できた、ネーミングがついた感じですね。はいはい、久本薬医門公園ってところにですね、すぐ駅近くにありました。江戸時代末期の建物だ。こういう蔵がね、武蔵溝の口の、もうすぐ駅の目の前ですけどね、残されているね、ということでございます。ちょっとじゃあこの薬医門公園の脇からですね、歩いてみましょうかね。はい、もう紅葉も終わりかけのシーズンでございますけどもね、綺麗なね、もみじが見えます。ここから急になんか坂になりましたね。これはどこに通じてるんだろう。南武線線の多摩丘陵は突然こういう坂道が出てきますよね、歩いてると。それが結構ね面白いんですけど、これ結構26% の急勾配です。はい、これはうわ、なんかこれもなんかうさぎ坂ってとこですね。これまた多摩丘陵の自然を巡ることができる面白い道でございます。うさぎ坂48だこれ次はよし、ここ行くか。はい、うさぎ坂のねとこ歩いてます。今溝の口っぽくないっすよね、この景観ね溝の口っていうとやっぱりノクティとかね丸いのイメージあるんですけど、実はこういった自然もね残されております。そこでなんか門がありますね。これなんかマンションか、ちょっとわからないな。これ何ずっと続いてるの道、すごいなこれ。なんか今多摩丘陵をね散策してます。はい、これ結構上の方まで行くのかな。なんか道っぽくない道を歩いてますけど、いやこれちょっと今日私全く予定してなかったですね。これだって 26% ぐらいの勾配があると思いますけど、そこにでも神社の鳥居が見えてきましたね。でもこの中入れないんだよな、さっき門があって。よいしょ。はい、うさぎ坂でございました。ちょっと入れないんですね。神社があるけどちょっと扉があって残念。なんかすごい変なところに出てきましたよ。なんかそこも超急勾配のぐねぐねした坂ですけど、坂の頂のなんか中途半端な坂、ここ登ってきたんですよね。今私はどこにいるんだ確かに生田とかね、こういう迷子になるの面白いんですよね生田もそうですけど。はい、南口のちょっと山の上の持ってきたんですけど、なかなかのですね、急勾配ですね。これもね、すごい勾配をね、下っていけるのがいい感じですね。本当になんか丘の上に今いろんなね住宅がある感じです。はい、こんな感じでね、もう丘陵を生かしたね公園もあります。滑り台なんかこのね丘陵の傾斜をね生かしてる感じでいいですね。もう今駅から徒歩何分歩いたかな、5分くらいかな、5分ぐらいの山の上なんですけど、本当もう静かな環境ですね。もうこういったなんかすんごい、坂とですね、住宅街、成績桜ヶ丘も彷彿とさせますけど、こういう感じなんですね。なんかこっちの方なんかちょっとおしゃれめなね、なんか建物っていうかお住まいでしょうかね、ありますね。バースシティっていうんだ。はい、急階段が出てきましたね。
はい、多摩丘陵の旧階段でございます。これを降りていきましょう。これでもあれですね、なかなかスーパーで買い物して上上がるのしんどそうだなはい、なんだかですね、ちょっと久本山ですね、歩いてたらね、おしゃれなところ出てきました。星のサロンですね、ティールームですね。火曜水曜はちょっと定休なので、それ以外の日5時までね、やってらっしゃる。すごいね、なんかね、こんなおしゃれなね、ティールームがね、溝の口にあるんですね。すごい。こっちもね、サンタクロースお迎えしてくれましたけど、いや、ここもですね、ぜひ溝の口、ここ来たことあるよって人も教えてください。コメント欄とかで待ってます。これもですね、見えてきましたね。ここもなんかすごいロイヤルプリンスギャラリーっていうね、溝の口感がないちょっとおしゃれなね、ところ出てきました。はい。これなんかボリュームって書いてあるのかな。はい。そんなね、素敵なね、いいですね。この辺なんかね、ちょっと溝の口でこういうとこあるとはちょっと想像してなかったんですけど、はい、こういうですねバーもね、あったりします。ちょっと多摩丘陵のね景色を、背後に眺めながらこうバーでねひとときを過ごせる、そんなねスポットもねあるんですね、溝の口。はい。なかなかここはなんかフィオーレの森周辺おしゃれですね。はい、それではですね、溝の口からちょっと歩いたところにフィオーレの森っていうね、こうなんか、イタリアのとフランスのなんか、そういったねヨーロッパの街並みの、スポットがございました。はい、南部戦艦ないヨーロッパな街並みがあります。はい、お店としてはですね、この、イタリアン、フレンチ、ハンバーグステーキ、カフェ、ドイツ料理バー、ギャラリー、エステサロン、いやー、こんなおしゃれなとこがあるんですね。こんなね、素敵なところが、いろんなねレストランとかもね、あって、すごいおしゃれですね。はい、それぞれね、イタリア料理アンリフィオーレ、ここねコース料理がね、ございます。なんか溝の口でおしゃれにコース料理食べたいってなったらこういうとこがいいんですかね。いや、こんな素敵スポットがあるとはね思わなかったですね。はい、ここの2階はね、カフェになっているみたいです。美味しいコーヒーがいただけるって書いてありますね。なんかねちょっとメニュー畳まれちゃってるんですけど、チーズケーキとかね、ティラミスとかねあるみたいですね。これはでも楽しいな。ステーキとかハンバーグとかね、パスタとかこの辺もなんか良さそうですね。ちょっとこう南部線でおしゃれになんかこうデートとかで使いたいっていう時とかもね、なんかいい感じですね。この辺はなんか、エステサロンとかね、ございます。この辺はギャラリーですね。こうちょっとねショールーム的なね空間デザインを楽しめるようなエリアです。こちらのちょっとね多摩丘陵の森の方にも、これはマンダラドットマンダラアートのお店ということですね。ワークショップもやっておりましてね、素敵だな。なんかこう森の中のちょっとワークショップ、バラちらし定食とかね、おまかせ握りとか、こういうところもあるんだ。はい、このフレンチもねありますね。このフレンチのね、パスタランチとかもいいですね。ガレットランチとかもいいじゃないですか。いいな。水の口ランチ、水の口ランチでねこういうの楽しめるとは。
いいですね。はい、なんかね素敵スポット見つけました。はい、ここから先のちょっと、変わった建物がハイカラな、建物ありますけど、こっちは専属学園の、音楽大学とか、あとは中学校高校があるんですね。おしゃれやな。やっぱこういったところからこのフィオーレの森とかそういうのもできたのかななんて、ちょっとねそんな気がしますね。はい、はい、ちょっとですね、専属学園の近くいるんですけど、ベトナム料理ありましたね。藤丸サイゴンプロパガンダ、ベトナム料理がねなんか美味しく食べれそうなお店見つけましたよ。バインミーとかフォーとか、ベトナム料理と酸っぱいお酒が楽しめるね、こういったなんかちょっと、いい感じのねお店を見つけました。はい、ちょっと南口のですね、駅前高架下少しお散歩していきましょうかね。こちらは溝の口駅のね東急線の入り口になりますね。こういったちょっとガードのところにも、七里焼きとか居酒屋とかねちょっと見えてまいりましたね。岡山ラーメン食べですね。でやっぱりこのちょっと坂がありますよね。こうや坂上がっていくとさっきの玉丘陵のとこかな、陶芸家の生誕の地ですね。先ほど見ましたね、第1回人間国宝、ですね、益子焼を広めた人ですね。はい、あとこっちの方はもう高津区役所でもう駅近いですね。溝の口の駅南口降りてすぐもう徒歩2分ぐらいですかねところにね高津区役所がございます。はい、南口の駅前にこのそびえてるちょっとカラフルな、ね、建物だったんですけど、これあれですね、ガールズバーとかクラブがたくさん入ってるビルだったんですね。そっか、なんか普通になんかショッピングモールかなと思ったらそうじゃなかったです。はい、ということですね、溝の口駅周辺をぐるりと一周回っていました。いかがでしたでしょうかということですね。そして私運営しておりますですね、国内最大級のベンチをまとめたサイト、座れる休憩場所検索とか、あと街の住みやすさをですね動画を交えて解説しておりますFind My Townというサイトを運営しておりますので、ぜひですね概要欄から遊びに来ていただければ嬉しいです。またですねチャンネル登録、高評価、いいね、コメントよろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。さようなら。